ご視聴ありがとうございます。今回はアーウィンのツールバッグをご紹介です。もともと富士屋さんのヒッポケースを使っていまして、とても気に入って今でも使っているのですが、長物が入らないんです。このトルクレンチが入らない 400mm くらいまでのものしか入れることができないのです。ですからこれ以外にトートバッグに長物を入れて別に持ち運んでおりました。その他シリコントレーとかビットケースとかいくつか持っていくものもありまして、これはこれで便利なんですけど、長物がたまにトートからこぼれちゃうんですよね。で、600mm まで入れることができるこのアーウィンのバッグを試してみることに。アーウィンはアメリカのブランドです。現在はスタンレー・ブラック&デッカーの傘下、ロッキングプライヤーのバイスグリップが有名ですね。バイスグリップは近年生産が外国に移りまして、まあそれで賛否はいろいろあるみたい。しかしバイスグリップといえばこの道具だと伝わるぐらい、今でもその存在感は健在ですね。さて話は戻りまして、アーウィンの長物バッグ。まずは外観から。かっこいいかは人それぞれですが、個人的には嫌いではないです。青、黒、グレーのヘビーデューティーなバッグ。写真で見るより全然印象はいいですね。最初このバッグの存在はネットの画像で知ったのですが、正直すげえかっこ悪いと思っていました。色はもっと明るく軽い感じに映ってましたし、そのためかなんともペラい印象を持ってました。ですから候補からは外れていたのですが、実物見てみると全然その印象は違ったっすね。ナイロンはナイロンなんすけど、全くペラペラではありません。布は表面で色が違ってまして2枚重ねてあります。また長手方向にはさらにその間にクッションのようなものが入ってるっすね。柔軟なのにしっかりしてる。バリッとがっしりしています。質感も悪くなく、高級感はまあないっすけど、写真からの印象のような激烈かっこ悪さもないっすね。外寸はこんなサイズです。横幅が特徴的っすね。スペックでは 635mm となってます。横から見ると断面はホームベースをひっくり返したというのか、上部がすぼんだ形となってます。外側からすでに収納がたくさんありまして、側面ぐるっと一周ポッケがいくつもついてます。筒型はライトやグリップ入れるのにぴったり。幅広のポケットは間違いないので、若干使い勝手は悪いですが、私は充電ケーブルやテープ類を入れてます。横にも浅めなポケットが2つ。これはコンベックス入れるのにちょうどよく。背面のポケットはすべて蓋付きとなってます。シックネスとかピッチゲージ、ニトリルグローブとか絆創膏とか、どこに入れるか悩む小物はここに詰め込んで使っています。内側を見ていきます。ファスナー開けるとしっかりと箱型に開くっすね。内寸がこちら。長い方のトルクレンチは全長 483mm。これをすんなり収納することができます。先にお伝えしたように、ファスナー閉めますと上はすぼんだ形になりますので、この横幅がしっかり使えるのは高さ13センチくらいまで。底板は簡素な作りですが、柔らかくはないです。真ん中で折れてしまったりはありません。内側にもポケットがいっぱいあります。ホルダーもたくさん。ここまであると何入れてよいやら悩んでしまいます。ただ内側のポケット類はちょっとした使いにくさもあり、ファスナー閉めた時に上の方は曲がってしまいますから、硬いもの、背丈のあるものは入れにくく。私は背の低いホイール用のソケットや曲がっても問題ないホースなどを入れて使ってます。ただ収納するものは案外悩む感じですね。このくらいしか活用法を見出せておりません。使っていて、これ良いケースだと思っています。ハードケースにない気軽さが気に入ってるっすね。柔らかいので形が融通きくとか、多少ぶつけても大丈夫とか。スチールケースはその内寸に対して 1mm でもサイズがオーバーしていたら絶対に収納できないのに対して、アーウィンのバッグは多少変形してくれますので、少しなら無理することが可能です。スチールケースのようにぶつけてへこんでしまったりはないですし、ぶつけた相手も傷つけにくい。扱いは楽、気軽に持ち運べるのが気に入ってます。またハードケースに比べて軽いっすね。本体重量は 1.86kg。コンペになりそうなスチールケースの3分の1くらい、樹脂ケースの半分ほど。純粋に重さも軽いんすけど、重さが一緒でも使っていてソフトケースの方が軽く感じるっすね。扱いが楽なんだと思います。
柔らかいですから体に当てて持ち運べますので、ハードケースより体に近い位置で持てるんです。これが持ちやすさにつながっているんだと思っています。バッグの中にもう一つケースを入れて使ってます。最初にも紹介しましたが、藤谷さんのヒッポケース 2L サイズ。そのケースに入らない長物や形的に入れにくいものをバラで横に入れて、シリコントレーとビットケース、それから道具置きに使うマットを余ったスペースに放り込んでいます。工夫すればスペース的にはまだ入りそうな感じです。短距離なら持ち手で、他に荷物が多かったりそこそこ距離がある場合は肩紐で担いで運んでいます。持ち手や肩紐はしっかり幅がありますので食い込んで痛いってことはなく、肩紐はスリング位置の関係か使おうと思った時に本体の下敷きになっていることが多くて、それだけ不便っちゃ不便です。もうちょっとこれ端にあればと感じることはあります。で、それよりもこの肩紐、金具が壊れてしまいました。若干開いちゃいまして、背負ってる時に外れたりはないんですけど、持ち上げる時に外れるようになりました。入るからってボンボン道具を詰め込んだ結果、今の総重量がだいたい21キロ。いくらスペースがあるからって詰め込んだらダメみたいっすね。実際重すぎて取り回しは悪かったです。ソフトケースと肩紐の手軽さ、利便性を気に入っていたのに、重量入れすぎたために扱いにくいし不便になるという本末転倒なことになっていました。まず持ち上げるのが大変。腰で担げる長さに肩紐を調整すると中途半端な中腰からよっこら持ち上げることになりますので、15キロ超えたあたりからきつくなってきます。で、肩紐で背負った後も横に長いですから、屋内ではぶつけたり引っ掛けることも多いんです。重いっすからコントロールするのも大変。障害をかわすために横にしたり縦にしたりといろいろ持ち替えるのですが、中に詰めすぎて重くなってますとそれすら大変だったりします。長さがある分、一般的な工具箱よりも重くなった時の扱いにくさは顕著に感じるっすね。これらのことからやはり入れすぎてた、重すぎたってことなのでしょう。ただ肩紐が20キロそこそこで壊れちゃうというのは残念っすね。肩紐で検索すると耐荷重80キロとかたくさん出てきますので、比べてこの純正の肩紐だいぶ弱いと感じます。ナスカンっていうんすかね。フックは材質アルミっぽいんです。これは改善を願う部分です。とは言ってもこのバッグの便利さは素敵に感じていまして、肩紐は直して別の入れ物を何かと組み合わせて重量は分散させる形で使っていこうと思っています。試しにトータル15キロ以下になるまで中身を抜いてみたらすごく快適になりました。ハードケースやコロコロついたケースなんかと組み合わせてみたいっすね。もう一つ気になる点としては、ファスナーを全開にしないと中から物を取り出すことができないという点です。本体の生地がパリッとしてますので、端までちゃんとファスナーを開かないと中身を確認することも難しく、ちょっとあれだけ出したいって時も必ずフルオープン。これが若干めんどくさい時があります。ただこんなの言いがかりに近い不満ですし、ファスナーの操作性は悪くないですから大した問題ではありません。アーウィンの横長ツールバッグ。ある程度の長物を持ち運びたい方にぜひおすすめです。お値段もお手頃に思います。ただ詰め込みすぎには注意っすね。あれもこれもと入れてしまうとこのバッグの良さをスポイルするように感じました。携帯用の道具入れ、長いのなくて探していた方に使ってみていただきたいです。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや。